皆さんどうもこんにちは、大之助です。いちごクレープの生地が途中までできています。細かくて書くのに大変に見えますね。でも準備をしっかりして書き進めれば意外と難しくありません。どのように準備をして書いているのか、絵ができていく様子とともに説明します。後半では絵の引き締め方についてのコツをお伝えします。このアイスクリームがこんな感じにぐっと引き締まります。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。下書きをしています。ブラシは鉛筆。筆使いをダイナミックに使って大きな線でかっこよく描きたいところですが、私は細かい線でちょっとずつ描いていきます。カクカクと印をつけるように描き進めます。クレープの生地を描いています。ここがある意味一番面倒なのですが、模様を一つずつ描いていきます。ただ、丁寧に描く必要はなくて、カクカクと印をつけるように適当に描きます。大体の大きさと位置関係が分かればいいんです。線画をしています。ブラシは鉛筆。下書きのレイヤーの不透明度を下げて、新しいレイヤーを作って描いています。クレープの生地を描いていますが、ポイントがあります。線と線に隙間を空けないこと。模様一つ一つをしっかりと閉じて描いています。これがこの後の工程につながる大切な描き方です。クレープの生地は単独のレイヤーにしておいて、新しいレイヤーに他の部分を描きます。他の部分は線をしっかりと閉じる必要はありません。素材写真をよく見ながら下書きの線を丁寧に清書します。クレープの生地に下地の色を塗ります。生地は濃い色と薄い色がありますよね。それをこんなイメージで塗りたいと思います。生地の線画レイヤーで濃い色にしたいところを自動選択。うまく選択できましたね。線画できっちりと形を閉じているからです。もししっかりと閉じていないとこんな感じになっちゃいます。新しいレイヤーを作って色を決めたらバケツツールで塗りつぶします。もう一回生地の線画レイヤーに戻って生地の外側を自動選択。選択範囲を反転させます。先ほどの濃い色のレイヤーの下に新しいレイヤーを作ってバケツツールで塗りつぶします。こんな感じで生地の下塗りをしました。濃い色と薄い色でレイヤーを分けておくことがポイントです。それではマーカーブラシを使って他の部分も下塗りをします。クレープの生地から書き込みをしていきます。生地の薄い色のレイヤー、その透明度をロックします。こうすることで色が塗られた範囲からブラシがはみ出ません。マーカーブラシを選んで暗めの色を選びます。ブラシの不透明度とサイズを調整。大きな明暗を作ります。次は生地の濃い色のレイヤー。同じようにレイヤーの不透明度をロックして全体の明暗を作ります。大きな明暗ができたら細かく書き込んでいきます。このようにレイヤーを分けて効率的に作業を進めます。ではしばし生地ができていく様子をご覧ください。ここで生地に落ちている強い影を描きます。影になる部分も気にせずに生地の書き込みをしておきました。この書き込みを崩さずに影を作ります。新しいレイヤーを作ってそのレイヤーモードを定山にします。色はこのくらい。塗っていきます。定山とは下に描かれた絵のトーンを崩すことなく暗くすることができるモードです。サングラスをかけると暗くなるけど物は見えるというイメージでしょうか。こんな感じで絵のトーンを崩さずに暗くすることができました。では書き込んでいきます。しばし絵ができていく様子をご覧ください。
ということで、一旦絵ができましたが、もう少し絵にメリハリが欲しいですね。アイスクリームを少し引き締めたいと思います。アイスクリームのレイヤーの上に新しいレイヤーを作って、そのレイヤーをクリッピングします。こうすることで、ブラシが下のレイヤーに描かれた部分からはみ出ません。このレイヤーの描画モードを定山にします。ブラシはマーカーで、色はこのくらい。ブラシのサイズを調整して描いていきます。レイヤーは定山モードになっているので、先ほども説明した通り、下の絵のトーンを崩さずに暗くしていくことができます。ブラシの不透明度を 20% から 30% くらいに薄くしているので、水彩絵の具を塗り重ねるように徐々にタッチをつけていきます。塗り終わりました。塗る前と塗った後、随分引き締まりましたね。ということで、絵ができました。このイラストメイキングの動画は約90倍速の超早回しでご覧いただきました。イラストをどのように描いたのか、もっとじっくり見たいよという方に長尺の動画を用意しています。超ゆっくり3倍速の速さなので、ツールを選ぶタイミングや筆の動き、色の選び方やレイヤーの使い方など細かく見ることができます。全編で2時間半あります。概要欄の URL からショップに行っていただき、ダウンロードしてください。少しだけお金をいただきますが、きっとあなたの絵を描く手助けになりますよ。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったら、高評価ボタンをお願いします。応援してもいいよという方は、チャンネル登録もお待ちしていますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。